Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。皆さんは最近どこかお出かけ行きましたか？私はですね、最近東京に行きました。で、なんで東京に行ったかと言いますと、推しのライブに行くために東京に行きました。はい、ということで今日はですね、私一人がたくさん話す日本語のポッドキャストをやっていくんですけれども、私の推しのライブについて話させていただこうかなと思います。はい、私がただただ話したいっていうだけかもしれないんですけど、なんか前にですね、私が大好きなアニメについて話していた時に、なんかすごく大好きなものだからかわかんないんですけど、本当に普段と違ったいろんな日本語が出てきて、知らない単語がたくさんあってよかったっていう風にコメントで言ってもらえたことがあったので、今回もですね、私の大好きな推しについて熱く語ることでいろんな日本語を聞いていただけるんじゃないかなと思って、きっと皆さんの日本語学習にも役に立つと信じて話したいなと思いましたなのでぜひ聞いてくださると嬉しいなと思います。皆さんは推しいますか？私の推しはですね、前にちょっと動画で話したのがバウンディっていうアーティストだったと思うんですけど、歌手でいうとバウンディは2番目に好きです。で、今回は一番大好きな歌手に会いに行きました。はい。で、その方は山本さやかっていう方です。はい。私はさやかちゃんって呼んでるので、ここからさやかちゃんって呼びたいと思いますはい、私の推しはさやかちゃんです。よかったらインターネットで検索してみてください。はい。で、推しのねライブに行ったんですよ。で、今日話したいこと大きく分けると2つありまして、で、じゃあその山本さやかどういう人なのか、どうして私がそんなに好きなのかっていうことについて、そして2つ目はなんか大好きなものとか大好きな人を応援し続けられる幸せ、好きなことを続けられる幸せについてちょっと話したいなと思います。なのでその2つをですね、ぜひ聞いていただきたいなと思います。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい、今日もまた iPad にメモしてるので、ちょっとそのメモをね見ながら話させていただきたいと思います。皆さんもリラックスしてゆっくり聞いてくださいね。はい。で、その山本さやかちゃんについてなんですけど、さやかちゃんは8年間 NMB48 っていう日本のアイドルグループにいました。で、今は卒業していてシンガーソングライターをやっています。はい。なんですけど NMB48 に約8年間いて、そこでは絶対的エースとか頼れるキャプテンっていう風に思われてました。で、卒業後はシンガーソングライターで自分で歌詞を書いて曲を作って歌うっていうね、シンガーソングライターで活躍してます。はい。で、今回行ったライブがですね、2026年の7月14日でした。で、その日は彼女にとってとても大事な日で、33歳の誕生日であり、またその年がですね、2026年、今年自体がソロデビュー10周年の年なんですね。で、その時に武道館っていう日本で大きな会場があるんですけど、そこで初めてライブをすることができるっていうね、なんか3つの素晴らしいお祝い事が重なったんですよ。誕生日とソロデビュー10周年と初武道館ライブっていうね、お祝い事が重なりました。はい。本当にね、その場にいられて私はめちゃくちゃ幸せでしたね。もう終わった後も余韻が止まらなくて大興奮でしたね。ライブに行った後あるあるなのかなと思うんですけど、行った後もう彼女の曲をたくさん聴いてましたね、いつもより。でも彼女にもですね、もちろん苦しい時期はありました。
たくさんねいろんな苦しい時期はあったのかなと思うんですけど、そのうちの一つに、2021年でしたね。2021年にホルモンバランス系の病気になってしまって、で、あるライブで、そう2021年のあるライブでサードマンっていう曲を歌ったんですけど、途中で感極まってしまって歌えなくなってしまった場面がありました。でそのライブですね、現地には私は行けなかったんですけど、ライブ配信で家で見てたんですよ。なんかそのライブが始まった時からいつもよりなんかちょっと元気がないかなっていう、なんかそんな気はしてたんですけど、そうサードマンっていう曲で歌えなくなっちゃって、もう私もですねその配信を見ながら泣いてました。でそのライブが終わった後に活動休止を発表して1年弱、1年いかないぐらい、9ヶ月ぐらいかな、休んでましたね。その間ですね、本当に私は心配でしょうがなかったんですけど、毎日一日でも早く復帰できますようにって思う反面、ちょっとでもゆっくり休んでほしいなって思って、すごく複雑な気持ちで、でも応援の気持ちを込めて毎日彼女の曲を聴いてました。でもですね、そう無事に復帰してくれて、またサードマンっていうその曲をライブでちゃんと歌い切る姿を見せてくれてですね、それがまたファンとしては感動しましたね。で今回の武道館のライブでももちろんサードマンを歌ってくれました。歌う前のですね、そのさやかちゃんの言葉がとても心に響いたので、ちょっとその言葉をね紹介したいなと思います。そのライブで言っていたのが、彼女は曲作りをする時にその曲が少しでも誰かの力になったらいいなっていう思いで作ることが多いけど、でも時が経ってもしかしたらあの時の自分が欲しかった言葉を書いていたのかもしれないなって、自分の背中を押してくれる曲にもなっていたんだなって、そう気づいたって言ってましたね。素敵なことですよね。私もですねその曲に救われたことは本当に何度もあります。なんか悲しい時とか心が折れそうな時とか、その曲を聴くと本当にねなんか寄り添ってくれるような、優しく包み込んでくれるような感じで、力をもらえるので、その曲は本当に何回も聴いてきました。なのでその曲が彼女自身の力にもなったっていうのは、ファンとしてそれもとても嬉しいなって思います。で、そのねサードマンっていう曲がすごくいいなと思うので、今日は歌詞でも日本語を勉強してみようっていうことで、少しだけ歌詞を紹介したいと思います。まず最初にですね、本当の自分ではないことがうまくいくこともある、生きてると。それでも心に言い聞かせてばかりじゃ苦しくなるねっていう歌詞があります。で私なりにこの歌詞から感じている意味はですね、仕事であれプライベートであれ、誰かの意見とかペースに合わせた方がその場がスムーズにうまくいくことあると思います。特に日本ではそう感じている日本人が多いんじゃないかなって思います。これもまたね文化の違いなのかもしれないんですけど、そういうことがあります。でもちろんそれは分かってるんだけど、自分の本心と違う言葉とか行動をして、これでいいんだ、この方がいいはずだって自分の心に言い聞かせてばかりいると、やっぱり苦しくなっちゃうよねって、そういう意味なんじゃないかなって思います。で、その後にサビが続くんですけど、ずっとずっと君は君でいて変わらなくていいから、君が君の嫌いなとこは僕が君の好きなとこ、あれもこれも合わせて君はできてるっていう歌詞があります。でここはですね、私の勝手な解釈にはなるんですけど、自分の好きなところ嫌いなところどっちもあると思うけど、全部合わせて自分だし変わらなくてもいいよって、本音で生きていいよって
全肯定してくれるような歌詞だなって思ってます。なのでなんかこう自分の言葉を押し殺さなくていいんだよって、素直に自分の生きたいように生きていいよって言われているような気がして、なんかこれって日本人にとってはやっぱり時々難しいって感じる人もいると思うんですよね。なので本当にこの歌詞が心に刺さる人が多いんじゃないかなって思ってます。私もですね、そんな時期はもちろんありました。なんか自分の意見は違うけど周りの意見に合わせて言わない方がいいんじゃないかなとか、本音と建前の文化ですよね。建前でいた方が楽なのかなって思う時期も多くはないですけどちょっとあって、でも今は結構本音で生きられてると思ってるんですよ、自分では。なのでもしでもこの先なんかこれでいいのかなって、自分の本音で生きていていいのかなって不安になった時にこの曲を聴いてまた力をもらえるんじゃないかなって思ってます。はい、そんな感じです。他にもですね、山本さやかちゃんのいい曲たくさんありますので、ぜひ日本語の勉強としても聞いてみてください。はい、ちょっと皆さんの趣味に合うかどうかはわからないんですけど、歌詞とかもね本当にいい言葉がたくさんあるので、たまには息抜きとかにその曲から日本語を勉強するっていうのもいいんじゃないかなって思います。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい。で、パート1終わりまして、パート2になります。今度はですね、推しを応援し続けられる幸せとか、なんか好きなことを続けられる幸せっていうのをなんかその時に感じたので、それをちょっと皆さんと共有できたらいいかなって思います。なんかその武道館のライブに行って思ったんですけど、そうね、休んでた時期もあって、でも復帰してくれて、こうやって10周年迎えて大きな会場でライブをしてくれて、そこに行けることがまず幸せなので、その応援をずっとできるとか、自分の好きなものとか好きな人が自分の世界に居続けてくれるっていうのが結構すごいことなんじゃないかなっていうふうに思いました。で、なんでこれを思ったかっていうと、もう一つ理由がありまして、今私が通ってるダンススタジオがあるんですよ。趣味がダンスでダンスレッスン行ってるんですけど、そのダンススタジオで1週間に1回ダンスレッスンを受けてるんですね。で、そのダンスの先生をすごく尊敬してて、これからもずっと受け続けたいなって思っていたんですけど、そのダンススタジオ今年の9月に発表会があって、その発表会が終わったら残念ながらその先生はそこを辞めることになったっていうふうに最近聞いてですね、とてもね悲しかったですね。理由は出産のためっていう感じで、もちろんねおめでたいことではあるし嬉しいことではあるんですけど、その反面そのスタジオからいなくなってしまうっていうのはすごく寂しいなって思いました。でもちろん少し遠くまで通ってその先生の地元とかまで行ってレッスンを受けることはできるので、受けられる可能性はあるんですけど、今よりね受けられる頻度が減っちゃうかもしれないなっていうのはあります。でこの事実を伝えられたのがそのさやかちゃんの武道館ライブの前の日だったんですよ。前日だったっていうのもあって、なのでなんていうかな、推しが活動復帰して無事に10周年を迎えられて、で記念すべき武道館ライブに自分が行くことができて、一緒にお祝いができる、これは本当に幸せなことだなって思いました。ちょっと長くなっちゃったんですけど、何が言いたいかと言いますと、やっぱり推しは推せる時に推せっていう言葉があって、それは本当にその通りだなって思います。はい、もう一回言います。推しは推せる時に推せですはいね、もしかしたら推しがね芸能界を辞めてしまうかもしれないし、インフルエンサーとか SNS を辞めてしまう時が来るかもしれないので、
活動しているその時で、自分もね心に余裕があって応援できる時にやろうっていう、そんな感じです。でこれはもちろん推し以外にも同じことが言えるんじゃないかなって思っていて、今何かしら好きなことがあってそれをできているんだとしたら、その時間を大事にして楽しんで続けられるうちは続けた方がいいんじゃないかなって個人的に思いました。まあね、本当にいろんなね環境の変化とか自分のなんか仕事の事情とかいろんなことがね起きると思いますし、何が起きるかわからないので、一概には簡単に続けられるとは言えないこともあるかもしれないんですけど、やっぱりできるうちはずっと好きなことをやっておいた方がいいんじゃないかなって、そう後悔しないように好きなことはできるうちにやり続けようって私はそう決心しました。はい。ちなみに皆さんは推しはいますか？もし推しがいなかったとしても他に何か好きでやっていること、続けている趣味とか好きなこと、好きなものありますか？もしよかったらですね、ぜひコメントで教えてください。はい、こんな感じで今日は私の推しについて熱く語ってしまいましたが最後まで聞いてくださった方本当にありがとうございます。はい。でも事前にですね、自分の気持ちとか考えとか話したいこととかまとめておいたので、聞きやすいといいなとは思います。はい、そう願っております。はい、それでは今日はここまでにしたいなと思います。チャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録者3000人目指してますので、ぜひご協力よろしくお願いします。そしていつも通りではありますが、私の日本語のオンラインレッスンはiTalki とプレプリでやってますので、日本語を一緒に話したいよ、勉強したいよっていう方はぜひレッスンに来てください。はい、改めて今日も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。それではまた次回元気にお会いしましょう。またね See you later! Bye bye!